やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ラクティアーの LF3 プラス。あれ？こないだ紹介してなかったっけ？おそらくそう考えている人が想像しているのは、このプラスではなく、プロの方だな。ラクティアーの LF3 シリーズは、KZCCA 連合軍が採用した、EST だったり MST だったりする、丸型のドライバと、ダイナミックドライバを組み合わせたシリーズだ。ちなみに、存在するのはプロとプラスだけで、無印の LF3 は発売されていない。まるで意味がわからないな。君わかるかな？わかるとしたら中華イヤホンの才能ありだ。僕は意味がわからない。LF3 プラスは、ダイナミックドライバと MST の組み合わせのハイブリッド。でもって、LF3 プロは、そこにさらに BA をプラスした、MST、BA、ダイナミックドライバのトライブリッドとなる。早い話、CCA-NRA や KZZEX と同等なのが、今回紹介する LF3 プラス。でもって、ZEX プロ、または CRN と呼ばれるモデルと同等なのが、LF3 プロだ。もちろん、ダイナミックドライバの仕様が違ったり、外装が違ったりするわけだけど、中華低価格マルチドライバの先端を走る構成を採用したのが、LF3 シリーズ、というわけ。加えて、先に登場した、KZ 及び CCA の同等品は、色々あってチューニングにより、ダイナミックドライバ以外のドライバの動力がやたら絞られてたり、逆走でわざと組み立てられていたりと、かなり高音域に丸みを感じる仕上がりになっている。もちろん、ダイナミックドライバが異なったり、完全に同じチューニングではないけどな。最初の MST とダイナミックドライバの組み合わせられた低価格イヤホンである CCA-NRA を初めて聞いた時には MST ってこんな感じなのかという認識になっていたんだけど、どうやらその実力はかなりチューニングで抑制されていたようなんだ。その抑圧されていた本当のパワーを楽しめるのがこのラクティアーの LF3 プロとプラスだったわけだな。で、何の抑えもされていない LF3 プロを聞いた時には、なんか全ての挙動がやかましかった。それもそのはず、高音域を担当する BA と MST が互いにゴリッゴリに出力を得ているので、力任せにシンバルを叩きつける世紀末的パワープレイがその場に出現した。もちろん、BA も EST もやりたい放題だ。確かに期待していた音ではあったんだけど。ただ、これじゃ BA が生きりすぎて肝心の MST の音色をしっかり楽しむことができないな。ラクティアーがそう考えたのか、それともバリエーションあった方が売れるやろ、と考えたかはわからないが、そんな、MST とダイナミックドライバだけのシンプルな構成だからこそ、むしろ期待が高まるイヤホン、というのが、今回紹介する LF3 プラス、というわけ。外装は LF3 プロと同じなのでささっと済ませよう。向こうが透けるノズル内のダストガード。そこに BA がなく、また、色合いが違う以外、LF3 プロと LF3 プラスは同様だ。背面開放度の高いフェイスプレート、そして、明らかに空白の多い、巨大な外装。LF シリーズは、中ドライバのハイブリッドイヤホンでも実現できるようなプラットフォームとして開放された、非常にゆとりのあるハウジングなのだが、それゆえに、たったのにドライバ機に組み合わせる必要があるのか？という考えがふつふつ湧いてくる。事実、内部構造は、針のあるパーツがよく見えるほどガラ空きで、中央にドライバ2発が収まった形状だ。とはいえ、大きい割には装着感は悪くなく、付属のイヤピも良好だ。付属ケーブルは、ラクティアー製品についてくるうち、上位の銀メッキケーブル、取り回しやすく、最近流行りの変素されていないケーブルに比べて絡みやすい。とはいえ、実用的なケーブルだと思うな。内装は、ZEX などに使用されているものとは異なる、10mm のダイナミックドライバに、そこに対抗するように MST が配置されている。ZEX などに使用されたドライバに比べると、ドライバ背面の空間が取り除かれているぞ。となると小型化できそうなんだけど、LF3 シリーズのフォーマットが無駄にでかいので、でかさはそのまんまだ。というわけで、妙なところから飛んできた、低価格 MST 搭載機、KZ 系のチューニングが正解だったか、外れだったかを判断できる、という意味でも熱い。音色について、見ていこうか。LF3 プロは、端的に言ってやりすぎだった。全力で高音域担当の MST と BA が、同時にドラミングしてるようなありさまで、なおかつ、ラクティアーはもともとドンシャリ傾向だったので、そりゃもう強い音になる。脳筋でやかましい高音。それが、兄弟機 LF3 プロの評価だった。じゃ、プラスはどうかというと、BA よりちょっと自然で、明瞭な、この手の中華イヤホンの進歩系みたいな音がする。最近はダイナミックドライバー一発で全部うまくやるのがトレンドだけど、こういう、他のドライバーに頼ったイヤホンは、それはそれで面白い音がするので、やっぱり僕は他ドラも残ってほしい、と改めて思うな。音色を分解してみようか。高音域は明瞭なんだけど、
BA ドライバほど金属質でなく、また、ダイナミックドライバ一発らしいピークもない、明瞭なのに、強調がない感じで、MST の可能性を感じる仕上がりだった。ボーカルはあまり厚みがない感触傾向。ラクティアーのイヤホンは、どれも感触傾向のドンシャリになりやすい印象があるんだけど、本気もあっさり傾向、サブベース強めの傾向だな。ただ、BA ほど鋭くないので、こちらの方が若干自然に感じるかも。一部の金属音が浮く、高音域がキラキラした傾向は相変わらずだが、ボーカルがそっちに引きずられすぎて、ボーカルやナレーターの作業発音が強くならないのは良好だ。でもって、低音域。ここは、20時期の本領発揮。サブベースは力強く出るが、ベースはそれほどではなく、スピード感のある音色となっている。サブベースが強いのは、この手の低価格機によく採用されている、20時期ダイナミックドライバのおかげだな。ただ、ここら辺の厚みでは、完全に NRA や ZEX に負ける。あっちはとにかく低音域が分厚いので、低音域メインで考えるなら ZEX か NRA をおすすめするぞ。虹色にビッカビカに光る高音が欲しいなら、さらにここに BA を組み合わせた、LF3 Pro がおすすめだ。ただ、LF3 プラスは、随分経ってしまったが、本当の意味で、中華低価格 EST の可能性を感じさせてくれる音色となっている。NRA か ZEX をこの音にしてもよかったのではと、思いつつも、音色のバランスや一部の浮き立ち方が、一昔前の派手な中華ハイブリッドみたいな音なので、全体がまとまった現在の KZ や TRN 系の音だと難しいのかもな。僕はこういうチューニング最小限で素材の味で脳を埋めるようなイヤホンも嫌いじゃないけどな。そうそう、空間表現について、サブベースが近くて、高音域が響くので、空間表現がちぐはぐに感じる。一言で言うと変。で、このイヤホンは変なところを楽しむイヤホンだ。全体の完成度では、KZ に劣るかもしれないが、こういうイヤホンを出し続けてくれるなら、このブランドはこれからも一部の変な人に愛され続けることだろう。LF3 Pro も変だったが、トータルバランスはこっちの方がおすすめだぞ。と、こんなところだな。これで左右逆曲線問題とかがなければ、素直におすすめできるんだけど、それもまた、中華の味と思うしかないか。といったところで今回はここまで。